私は小林由香、28歳会社員、独身。東京で両親と暮らしています。ねえ由香、今度の3連休お母さんの田舎に行かない？ここしばらく行ってなかったでしょ。おばあちゃん寂しがって電話してきたの。年取って体も気持ちも弱ってきてるようでね。ひろこさんとも相変わらずらしいし。ひろこさんは母の兄のお嫁さんです。母には姉2人と兄が1人いて、兄夫婦が家を継ぎ祖父母と同居していました。お母さんの実家か、ちょっと苦手なのよね。母の実家は地方の農家です。市街地に行くバスは1日に数本、スーパーもコンビニもない山あいの田舎です。母の兄の守おじさんは祖父母と同居はしていましたが、隣の市でサラリーマンをしていました。ひろこおばさんも会社員で仕事を通して知り合い結婚したのです。祖母は昔かたぎのきつい人で、嫁は夫や姑に従い家族に尽くすものという考えの人でした。農家の跡継ぎに嫁いだんだ。同居して畑仕事をしてもらうからな。おばさんは仕事を続けたかったのですが、うまくやっていこうと姑に従い、慣れない農作業も家事も懸命にやりましたが、なんだいそのへっぴり腰は。草取りも満足にできんのか。おばさんが何をしても祖母は気に入らず、毎日嫌味や文句を言い、まずい、食えたもんじゃねえ。近所に悪口を触れ回り、まったく何にもできねえ嫁で、ひどい嫁をもらってしまったよ。はあ、わしの家に住んで、わしの田畑の米や野菜を食って、家賃も食費もかからなくていいね。楽してるんだ。ありがたく思うんだね。そんな恩着せがましいことも言うのです。妊娠中も働かされ、病気じゃないんだ。わしは海好きだって畑仕事をしたんだよ。最初の子供を流産してしまったのです。それでもいたわりの言葉もなく責められるだけでした。体まで弱いのかい。まったく出来損ないの嫁だよ。その後2人の女の子に恵まれたのですが、女しか産めんなんてな。ほんと外れ嫁を引かされたよ。孫が生まれても喜んでもらえず、怠けてないでさっさと働け。子育ての手間も増え、おばさんは体も心も追い込まれていったのです。私は子供の頃、夏休みなどは母の実家に行きました。こんにちは。おー、よく来たな。暑かっただろう。ひろこ、冷たいものでも出してやらんか。気の利かんやつだ。はい。はい、アイスどうぞ。あ、俺チョコがいい。もうらい。お兄ちゃんずるい。ゆかも。へっへ。ゆか、いやしい子だね。お兄ちゃんに譲るもんだよ。ひろこも同じもの出さんか。本当に気の利かない。祖母はいつもおばさんを怒鳴ってばかりいて、孫にも男の子には甘く、女の子には口うるさく、私はそんな祖母が苦手でした。夕食と風呂の支度は済んだか？みんな長旅で疲れてるんだ。早くしてやれ。あ、じゃあ手伝いよ。いい。お前は休んでな。おばさんはいつも疲れた顔をしていて、笑ったところを見た記憶がありません。子供ながらも歓迎されていないように感じ、母の実家は居心地の良いところではありませんでした。今にして思えば、私たち母子はおばさんにとって小獣と親子で、負担を増やすだけの存在だったのでしょう。私が中3の冬、祖父が脳卒中で倒れ、おばさんが一人で看病をしました。祖父は意識が戻らず、春先に亡くなりました。それからおばさんと祖母の関係が変わったのです。守には家を継いで、わしの面倒を見てもらうからな。遺産は全部守に譲る。お前たちは他に嫁いだ身だし、それでいいな。祖母は母たち姉妹に遺産の相続を放棄させ、土地の名義も保険金もすべて守おじさんに渡したのですが、俺は農業はわからないし、あまり金にもならない。今の仕事を変えるつもりはないよ。母さんだけで続けるのは無理だし、土地は売ってしまおう。何を勝手なことを許さんぞ。祖母は反対しましたが、
おじさんは家の前の畑を残して田畑を売り、母屋の隣に家を建てたのです。母屋は古くて狭くて使い勝手も悪いだろう。新しい家で一緒に暮らそうよ。勝手なことしよって。私はそんな家は好かん。それじゃあお好きにしてください。お母さんもお元気ですし、私は手出ししませんから。子供も大きくなったし、私も働きに出ます。野菜ぐらい自分で買いますのでご心配なく。それからおじさんたちは新居で、祖母は母屋で別々に暮らすようになり、おばさんは祖母の世話をしなくなったのです。おじさんが家を継いでからは、私はほとんど母の実家に行かなくなりました。祖母に会うのも祖父の法要の時ぐらいでしたが、祖母は会うごとに年を取り、元気がなくなっていくようでした。おばあちゃんまだ一人で暮らしてるの？そうなのよ。おばあちゃん80過ぎでしょ。もう一人にしておくのも心配でね。姉さんたちも心配してるし、様子を見て兄さんに同居のこと相談しようと思って。そうして、私と母は久しぶりに祖母に会いに行ったのです。はあ、バスの本数減ったのね。1日3本って使えない。この辺人も減って前より不便になったのよ。車がないと暮らせないわね。どこのおばあちゃんだろう。なんだか危なっかしいな。一人で出歩いて大丈夫なのかな。ああ、みつこ、よく来たな。迎えに来たよ。おばあちゃん？一目では祖母と分かりませんでした。頭はボサボサで、服はヨレヨレで薄汚れていて、まるで野良犬のようでした。みつこ、子供たちは一緒じゃねえのか？お母さん、みつこは私よ。この子は孫のゆかよ。すっかり大人になって間違えてしまったよ。ごちそう用意してあるからな。山田さんに頼んで買ってきてもらったんだ。山田さんって隣の家の？んだ、町に用があるときは山田さんに車出してもらうんだ。兄さんかひろこさんに頼めばいいじゃない。二人とも車あるのに。頼んだって嫌な顔されるだけだ。あんな嫁の世話にはならん。借りなんか作りたくねえ。さあ、行くべ行くべ。おばあちゃん、足大丈夫？ああ、大丈夫大丈夫。年だからしょうがねえよ。祖母は老け込み、一回り小さくなったようで、歩くのも大変そうでした。母屋は手入れされていないようで、あちこち傷んでボロボロでした。すまんな、片付いてなくて。この頃何かとしんどくてな。お風呂も古い薪焚きで支度が大変なのでしょう。あまり入っていないようでした。お母さん、ちょっと兄さんと山田さんに挨拶してくるね。ああ、そうか。お久しぶりです。遠いのにわざわざ。すみませんね。守さんは仕事で、帰るのは夜なんですよ。おばさんは子供たちが就職し家を出て、おじさんと二人暮らしです。おじさんは定年を迎えましたが、再就職して働いていました。お泊まりとお食事は母屋でよろしいんですよね。お帰りの際には声をかけてくださいね。車くらい出しますから。おばさんは言葉は柔らかですが、歓迎はされていないようでした。その後、隣の山田さんに祖母の様子を聞きに行ったのですが、母がいろいろお世話になっているようで、まあね、この辺は車がないとどうしようもないしね。うちも車を出すのは構わないんだけどね。息子さんたちが隣にいるのに、うちが連れて行くのも余計なことみたいでちょっと気まずくてね。おばあちゃん電話もうちに借りに来るしね。まあお嫁さんとうまくいってないのは知ってるしね。素直に頼めないんだろうけど。でもね、おばあちゃん、もう一人にしておかない方がいいんじゃないの？この辺の年寄りたちも他へ行ったり亡くなったりで、知り合いがいなくなって寂しいんだろうね。おばあちゃんめっきり老け込んじゃって、少しね、物忘れしてるようなのよ。
おばあちゃん、うちの亡くなったばあちゃんと仲良かったでしょ。それがね。この頃タエさんの姿見んが、どこかへ出かけてるのかね。やだ、おばあちゃんは去年亡くなったんですよ。すまん。不作法なこと言って悪かったね。そう言って笑ってたけど、なんだか心配でね。おばあちゃんね、毎日バス停に行くのよ。足も弱ってるし、結構遠いのに。バスなんて来ない時間なのに、じーっと待ってるのよ。きっとみつこさんやお孫さんを待ってるんだろうね。気の毒でね。実はね、ひろこさんに老人ホームに入れたらと話したことがあるのよ。この頃じゃこの辺でもホームに入る人も増えてるし、いいホームもあるみたいよ。年寄りたちも友達ができたり、結構楽しく暮らしているようだし、楽しませるつもりはないですから。まだ一人で暮らせてるようだし、ホームに入れるなんてお金がもったいないわ。まあ足腰立たなくなったら考えてはみますけど、お母さんの介護なんて自信ないから。でもできればホームにお金を使いたくないわ。最後くらい手間かけないで言ってくれるとありがたいんですけどね。そんなことをね、笑いながら言うのよ。ひろこさんも苦労してきて貯めてるものもあるんだろうけど、なんだかちょっと怖くてね。母屋に戻ると祖母は夕食を準備して待っていました。年金しかないから大したもんないけど、食べろ。野菜はばあちゃんが作ったんだ。漬物もつけたんだよ。祖母が自由に使えるお金は年金だけで、米は買わんといかんけどな。庭の畑で少しの野菜を作り、つましい生活をしているようでした。ねえ、お母さん、一人は大変でしょ？兄さんと暮らしたら。離れは部屋もたくさん空いてるでしょ？ひろこはどうせ嫌な顔するよ。邪魔者扱いされて暮らすくらいなら一人の方がマシだよ。わしをのけ者にするために家を建てたんだ。守が畑を売ったのもあの嫁の差し金だよ。ほんととんでもねえ嫁だよ。祖母も本音では同居を望んでいるように思えました。しかし祖母の態度を見ていると、おばさんと暮らすのは難しそうでした。祖母が眠った後、守おじさんに話をしに行きました。やっぱりもう一人にしておくのは心配なの。ひろこさんに苦労をかけて申し訳ないけど、もう少し面倒を見てやってもらえないかしら。世話されるのを嫌がっているのはお母さんです。車のことだって頼まれれば出します。なのに当てつけるように山田さんに頼みに行くんですよ。嫁に世話になりたくないなんて今更ね。確かに母は扱いづらい人だし、一緒に暮らすのは大変だと思うわ。だから私はホームに入れるのもいいと思うの。考えてみてもらえないかしら。本当にいいんですか？後になって姑をホームに捨てたなんて責められるのは嫌ですよ。それに安い公的施設は空きがないし、民間の有料ホームは入所金だけで数百万、場所によっては1000万を超すんですよ。数百万から1000万、そんなに？その上月々の費用も安くても十数万。この先何年払い続けることになるかわからないのに、簡単にホームになんか入れられませんよ。お母さんは我の強い人ですし、他の人とうまくやっていけるかどうか。入所してやっぱり嫌だなんてわがまま言い出すかもしれない。そんなことになったら入所金も戻らない。何百万も無駄になるんですよ。みつこさんがお母さんと暮らしたらいかがですか？他に2人もお姉さんがいるじゃないですか。お母さんも実の娘さんと暮らす方が嬉しいんじゃないですか？私も姉も嫁いで姑も姑もいるわ。母の面倒を見たくてもできないから頼んでいるのよ。だいたい母の面倒を見るからって父の全財産を相続したんでしょ。家を建ててもホームに入れるお金くらいあるんじゃないの？それでも少しは協力してくれてもいいんじゃないか？母さんの世話ができないのは仕方ないけど、金くらい出してくれてもいいだろう。ホーム代は半端な額じゃないからな。
うちは別居してても母さんの分の金は払ってるんだ。母屋の水道代も電気代も健康保険も税金もな。金だけのことじゃない。父さんの看病だってひろこ一人でやっただろう。うちばかりに親の世話を押し付けるのは変じゃないか。結局答えは出ないまま帰ることになりました。祖母は子供のように寂しがりました。もっとゆっくりしてけばいいだろう。なあ。ごめんね、仕事もあるし、また来るから。じゃあ送っていくよ。山田さんに車頼んでくるからな。あら、私が送りますよ。他人さんに手間かけちゃ悪いですよ。おばさんが隣の市の駅まで送ってくれたのですが、お母さんはどうされます？おばさんは祖母に一緒に行こうとは誘わず、わしは祖母も連れて行ってほしいと頼みません。二人とも自分から折り合おうとしないのです。祖母は名残惜しそうにしばらく後をついてきました。その姿はまるで捨てられた犬が追いすがってくるようで、悲しくて哀れでした。母は家に戻ると、母の姉たちと祖母のことを相談しました。母の姉たちも東京近辺に暮らしているのです。何よそれ。世話はしたくないし、ホームに入れるなら金を出せってこと？父さんの遺産独り占めしたくせに。うちは姑も姑もいるし、母さんを引き取るなんてできないわよ。お金だって年金暮らしなのよ。うちだって姑がこの頃病院通いしてるし、こっちこそ介護が必要になりそうなのに。うちは今は別居してるけど、近々同居の話も出てるし、狭いマンション暮らしだし、やっぱり母さんと同居なんてできないわ。しかしみんな祖母を引き取るのは実質無理でした。でも同じ嫁としてひろこさんの気持ちもわかるの。お母さんはきつい姑だったろうし、もし母さんに介護が必要になったらひろこさんに任せるのは難しいと思うの。あの二人の状態で介護なんて、母さんもひろこさんも辛い思いをすることになりそうで怖いのよ。私はやっぱりホームに入れた方がいいと思うわ。特養に今から申し込んでおくか、民間でも費用を出せそうなところを探しておいた方がいいと思うの。そうね。そうかもしれないわね。そうして母たちはホームを探し始めたのですが、おばあちゃんが入院？田んぼの土手から落ちて足と肋骨を骨折したらしいのよ。きっとまたバス停にでも行こうとしたのね。おばあちゃんね、お医者様から軽い認知症があると言われたの。骨折のリハビリもあるし、これからは介護が必要になるって。兄さんたちと今後のこと相談しに行ってくるから留守番頼むわよ。母たち姉妹はおじさんの家に集まり、祖母のことを相談しました。病院のケアマネージャーからホームを紹介されたんだが、民間の介護付き有料ホーム、ここなら空きがあるそうだ。入所金は600万、月々の費用は20万くらいだそうだ。600万？兄さん、ひろこさん、お願いします。入所金を出してもらえませんか？月々の費用は私たちもできるだけ出します。申し訳ないけれど入所金を出してください。母さんをホームに入れてやってください。ひろこさん、土下座してまで親をホームに入れろと頼むなんて、お母さんもかわいそうに。いいですよ、皆さんのご希望ならお母さんをホームに入れましょう。こうして祖母はホームに入ることになりました。入所金はおじさんが全額出し、月々の費用は祖母の年金と不足分を兄弟で分割することになったのです。ゆかちゃん、お見舞いに来てくれたの？おばあちゃん喜ぶわ。おばさんは時々祖母の世話に来てるようです。こんにちは。ねえゆかちゃん、おばさんのことをひどいと思うでしょ。みんなに土下座までさせて、お金も出させて、姑の介護をホームに任せて。でもね、どうしてもお母さんに優しくなれなかったの。情けないけどね。本当はね、
初めから介護が必要になったらホームに入れようと決めていたの。入所金を出してもいずれ生命保険金が入れば元は十分取れるの。でも私からホームに入れたいとは言いたくなかったの。姑を捨てたと責められたくなかったし、私だけ介護の責任を負わされるのも嫌だったの。ひどい嫁よね。そんなことないです。おばさんの気持ちは母たちも分かっているはずです。これで良かったと思います。祖母も農家に嫁いで苦労した人で、おばと祖母のような嫁姑関係は珍しいことではないかもしれません。そう、ありがとう。だけどホームに入れたことは責められることではないと思います。お母さん、ゆかちゃんが来てくれましたよ。あー、よく来たね。ありがとうね。祖母は少し認知症が進みましたが、なんだか穏やかになりました。ホームの生活も気に入っているようです。ここはいいよ。ご飯も美味しいよ。みんな優しいね。おばさんの祖母に対する態度も優しげで、おばさんも祖母もこれからも穏やかな日を過ごせることを願っています。